世界で活躍する人にインタビュー。 You Know Me Podcast。 この番組はマキオとショーンが海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日更新。 Spotify と YouTube では音声だけではなく動画でお送りしておりますので、こちらもチェックしてください。質問、リクエスト、コメントなどもお待ちしております。今回の湯飲みゲストは台北中山駅付近で有名な占い師の日本語通訳をされているゆりさんです。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。こちらを収録しているのが4月4日なんですけれども、昨日4月3日の台湾時間の朝8時ぐらい、もうちょうど8時かなに結構大きな地震がありました。ね。そうですね。びっくり。私たちは台北というところに住んでるんですけれども、台北でも私が生活してきた中でも間違いなく一番大きな地震で、日本の震度で言うと震度5とかそのぐらいで、しかもすごい長かったよね。はい。1分ぐらい揺れてたんじゃない？そうん。う。SNS 見たら結構大変だよね。そダラス、テキサス、あるいは世界からの友達も結構私たちにう。大丈夫ですかと聞かれた。ねえ。はい、ありがとうございます。ご心配。私たちは問題なく、ちょっと食器がこうガチャガチャ揺れるぐらいな揺れではあったんですけれども、台北はそこまで被害はありませんで、カレンという場所ですね。台北からだと、電車で3時間ぐらい結構山あいの方なんですけれども、そちらの東海岸側が被害が大きくって、今ちょっと大変なことになっています。知り合いの知り合いが、住んでるビルは、うん地下に沈んでたと聞いた。あ、そう。そんぐらい結構、でもカレンの映像を見るとひどいですね。で、そんな中で、ちょっと被害の話をしても、私たちはニュースキャスターではありませんので、ちょっとそのニュース映像の中で、いかにも台湾らしい面白い場面というのを2つ見つけたので、シェアしたいと思います。まず1つ目が、もう崩れた、1階部分がぺしゃんこになったビルの中から、5歳ぐらいの女の子がね、救出された場面がありましてね。はい。その後、お母さん、その子供に何と言いましたか？お母さんは、吃那么多、叫你不要吃那么多って言ったというのが、なんであんたこんなに食べたんだよ。重いんだよ。って言ったの。ちょっと抱きかかえられた瞬間に、普通子供はね、いっぱい食べなさいって言うんだけど、その真逆でね、そんな食べないで重いから、みたいそうな感じで、そうそうそお母さんがめっちゃ言ってう。ね、て、今更って感じで。これは、その台湾ジョークって感じだようね。ん。台湾ママジョークみたいな、多分、部類で、面白いなって私たちは見れるんですけれども、は本当助かってよかったみたいな感じではあるのに、そういうことを言うっていうのがね、はい。なんていうの、ギャップが面白いですよね。そうですね。そしてもう一つが、これもまた非常に台湾らしいんですけれども、あるご家族がですね、ちょうど朝に火鍋そう。朝をのやってた火鍋。鍋ですね。すごい大きな鍋にいろんな具材を入れた鍋を作っていて、その時に揺れてしまったと。それでそのまま逃げればいいものの、そのご家族は、救出の人は、もう逃げなさい。もうここはいられないんです。早く脱出してください。と聞いて、しょうがないな。今鍋を作ったから、鍋丸ごとを持って、外に置いて、みんなシェアしてるんですよ。ニュースに聞かれた、どうしたんですかって言ってよ。なんか、家に置いたら腐っちゃうんじゃない？そしたら、ちょっと、もったいないから、って言って、私たちから見ると、早く逃げなさいよ。そういう場合じゃないんでしょ。しかも、鍋でしょ。こぼしたらどうすんの？大きな鍋でみんなで、その路肩道端のなんか机に置いてみんなで食べてた。朝。ほんとね、映像で見てほしいんだけど、笑えるからね。そう。で、それがニュースになっちゃうのがまた面白いよね。そうですね。そんなニュースにしなくてもいいだろうと思うんだけど、立派なニュースの一コーナーになっていて、食べ物が腐ってダメになってしまうのがもったいないので、惜しいので頑張って持って出ました。いかにも台湾らしいなっていう場面でございましたね。聞いてる皆さんは、くれぐれも気をつけてくださいね。はい、気今をつけてください。私たちのポッドキャスト番組はゲストをお招きしてトーク番組をしているんですけれども、これに出演したいという方、いつでも募集中でございます。次戦多戦問いません。
だから宣伝目的とかでも全然構いませんので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。Apple Podcast や Spotify ではレビューを書くことができます。レビューも嬉しいし、レビューとまでは言わなくとも、星を5つとか4つ選べるので、それだけしていただけるだけでもすごく励みになりますので、ほんと3秒時間をいただければね、嬉しいです。はい、本日の湯飲み。では本日のゲストはゆりさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆりです。ではまず簡単に自己紹介をお願いします。台湾に住んで10年経ちました。ゆりと申します。こちらでは占いのお店で日本語通訳のお仕事をしています。よろしくお願いします。もう占いのっていうワードだけで皆さん何それってとなると思うんですけれども、スピリチュアルなものを想像されると思うんですけども、なんかそれとは真逆みたいな占いとなっているので、ちょっとそのあたりを詳しくお伺いしていきたいなと思っております。占いの通訳、ズバリもうちょっと詳しくどのようなことをされているのでしょうか。どんな仕事かっていうと、私がしてるのはどちらかというといろんな占いがあるんですけど、日本人の方が行かれる占いっていうのは結構占い横丁みたいなお寺の近くにある占い師の人がたくさん並んでいてブースを持たれてるようなところがあって、そこにどこがいいだろうと思って行かれることが多いと思うんですけど、私がお手伝いしてる通訳っていうのはなんか本当に台湾人の人が現地の人が行く占いのお店の通訳をしてるんですけど、結構その内容っていうのがパッとここのお店に入ってみよう、その場で、あなたはこんな性格だよとかっていう占いではなくって、ちょっと細かく台湾の人だと小さい時から聞き慣れてるようなことだったりとか文化的なことが紐づきが強いんですけど、それを日本人の方に分かりやすく説明するっていう形でお手伝いをしています。すごく特殊なお仕事だと思うんですけれども、ちょっとはい、台湾の文化的なお話をしていくと日本もそうですけど、台湾はより一層風水とかなんか昔ながらの、そういう占いによる、例えば漢字の字画とかそういうのを結構皆さん信じていらっしゃって、特に名前なんてねしょっちゅう改名するよね。はい、私も名前も書いたし。そうそう、台湾人日本だと改名って言うとすごくびっくりすることなんですけれども、台湾だとちょっと何か良くないことが重なったりとかするだけで、手軽にできるっていうのもあると思うんですけれども、すぐに改名するっていう文化とかあったりとかで、そういう時にすごく占い師さんを頼る機会がね、多くどの家庭って言ったらちょっとあれだけれども、結構大部分のご家庭には皆さんホームドクターならぬホーム占い師みたいな感じで、なんか皆さんいつも行かれる占い師さんっていうの決まってる感じですよね。ね、なので、そういった文化背景もあるっていうところで、とても皆さんそれぞれが占いに近い関係で手軽に行くっていうような背景というかスタイルがね、台湾には根付いているという感じが前提にあるんですけれども、そこでね、実は私も先日行かせていただいたのですが、私がお伺いした時ももうすでに並んでいらっしゃる方もいるぐらい結構人気な占い師さんで、多分もうね長年、何年ぐらいあそこでやってるんですかね。あそこで多分45年ぐらいはやっていると思います。という感じで、もう長くそこでずっとやっていらっしゃるということで、私もびっくりしたのが、なんか占いっていうとどうしても想像するのが手相占い、タロット占いとか、なんか鳥占い、台湾人気あるんですけどなんかそういう見えますみたいなそういう系をね想像してたんですけど、全くそうではなくって、必要なものが何でしたっけ。お名前と性別と、生年月日、時間です。なんかとても科学っぽいすごく根拠に基づいた占いというか、その人の時間によって全然運勢が変わるから、
とても根拠が見える感じなんですけど、その辺ってどういう仕組みになってるんですかね。必要なことは生年月日、時間なんですけど、どんなことを聞きたいかとか、普通の占いに行かれたら私こんなことで悩んでるんだとかって先にご自分の悩みとかを相談されることが多いかと思うんですけど、どちらかというと神下ろし系っていうか、なんかもう一気にブワーッと喋るっていう感じなんですよ。ただ何かが霊的なものが見えるから話してるっていうよりは、お生まれになった年、月、日、時間の4つの情報が必要で、それぞれちょっとこれ人のもの見えにくいかと思うんですけど、これ人の情報なんですけどね、生まれた年、月、日、時間のそれぞれの柱から、生まれた年から2つ、生まれた月から2つ、生まれた日から2つ、生まれた時間から2つ、全部で8つの文字を出すんです。星を出すんですけど、それが台湾では8時って書いてバーズーって言うんですけど、日本だと四柱推命のことです、占い方自体は。で、生まれた日のところに日の主っていうご自分を意味する星があって、それを中心にどの位置にどの星が出てきているか、それを支えている干支があるんですね。それぞれその柱を支えている干支と他の星を支えている干支がどういう関係にあるかっていう組み合わせで運勢を出していくんです。で、干支の組み合わせって何って思われると思うんですけど、干支の組み合わせっていうのは十二支、日本の方だと十二支を思い浮かべていただくと、ねえ、牛、虎、う、たつみってありますよね。それが、ネズミと馬だったら6年後のところにあって対立し合ってるとか、ネズミとウサギだと3年後のところにあって90度の角度になるからこう干渉し合うとか、それが、今年の干支が例えば辰なんですけど、辰年とどういう関係にあるかとかっていうのを見ながら、今まで生きてこられた人生の中でこういう運気の波があったでしょう、それに対してこれからの人生はこういう運気の波になっていきますっていうご説明をしていくっていう形なんですね。それぞれの干支が持っている要素とか、例えばイメージで言うと、生まれた瞬間にトランプのポーカーでいうと、なんかゲームのカード札を配られてるような状態で、ご自分のカードをどういうふうに生かしていくかみたいなのを話していくっていう感じなんですけど、どういう要素がご自分にはあって、どういうことが得意としているとか、やるといいことみたいなことを説明していくっていう形ですね。だからよくあなたはなんとかの星のもとに生まれたとかって言うけど、なんかほんとその通りって感じで、なんかちゃんとその生まれた日時、時間とかで、その星がなんかもう決まっているから、何年はあなたは2000何年はすごく運気がいいけど2000何年はちょっと運気が下がるとか、もうなんかその未来のことが、この波がもう決まってるっていうのがとてもなんか面白い。なんかそれが私もなんだろう、占いの勉強をちゃんとしているわけではなくって、占いの通訳をしているのにこんなこと言ったら申し訳ないんですけど、なんか占いの本当に占いをすごい勉強していらっしゃる方とか、占い師の方が実際に先生の占いを受けてみたいですとかって言っていらっしゃる場合があるんですけど、なんか私自体はあんまきちんと占いの説明をしていないので、どちらかというとなんかお客様の立場に立って何言うのみたいな感じで、ほんまっていう感じで聞いているので、なんかちょっとお客様のからのどういうふうに聞いてほしいとかっていうことは少しお客様に寄り添った形でご説明していくっていうふうには心がけています。なんかそれがすごく逆にと言ったら変だけれども、なんかいい感じになっていて、占い師さんはね、すごく中国語なんですけれども、とっても難しい、なんていうか占い用語っていうのかな、を使うから、正直全然わからなくって、でもそこをうまく噛み砕いてくださるし、ちょっとその占い師の立場でもなくお客さんの立場でもなく、そのなんか第三者的な感じでどっちの中立も保ちながらお話しくださるので、教えてくださるので、とてもそこが私たちとしても好都合に解読できるかなという気はしていますけどね。台湾の方だったらもともと通っていらっしゃる方みたいな方がいて、もうそれこそホームドクターみたいな感じで、生まれた時には帝王切開で
出産するから、日付をちゃんと決めてもらって、その前にお母さんお父さんが結婚するところの日付から決められて、結婚してお子さんが生まれる時にお子さんが生まれる日とかお名前まで決められて、そこからまた節目節目に通われているっていう方がいらっしゃいます。結構それが多くて、でお客様がお客様を連れてこられるっていう形であるっていう感じですね。一家でね3世代4世代で通いますとか全然ありそうですよね。ぜひこれを聞いていらっしゃる方、最後に、これどうやって受けるのかとか後で聞くのでね、最後までぜひ聞いてほしいと思います。そうですね。ゆりさんはこのお仕事になったきっかけ、経緯などはどんな感じなんでしょうか？台湾に来ることになったきっかけから、ちょっと私がもともと旅行がすごい好きで、会社の友達と毎年旅行に行ってたんです。海外旅行に行っていて、毎年韓国に4年連続ぐらい行ってたんですよ。ただなんかその時期っていうのが4月で少し寒い時期で、その前の年に友達が風邪をひいてしまったから、あったかいところに行きたいねってことになって台湾に来ることになったんです。で、その時初めて台湾に来たことがなかった初めての旅行だったんですが、台湾旅行だったんですが、台湾といえば占い行ってみたいよねっていうことになって、占いにその友達の中に中国語を話せる子がいて、台湾といえば占いやから私が通訳してあげるとかって言ってくれて、来ることになって、でそこで今の先生のところに占いに行きました。そこで何年にこんなことが起こるとか、一応生まれてから何歳に亡くなるっていうところまでだーっと人生のストーリーみたいなのをストーリーでこの年にこれがある、この年にこれがあるみたいなことをバババーっと話していくんですけど、なんかその年と私が占いに行った年とその次の年に結婚する運だとかっていうふうに言われていて、それでなんか結婚するようなことないんですよねみたいなことを言っていたんですよ。で友達と3人でいたので、3人見終わってもう帰ろうと思った時に「ちょっと待って」って言われて、なんか台湾人と結婚するのも興味があれば紹介してあげるよって言ってくださって、先生の息子さんと結婚することになりました。それで何年か一緒にお店の上で暮らしていたんですけど、通訳っていうか日本人の方がたまに見に来られる方がいらっしゃって、でそのお手伝いというか、日本人が来たから手伝ってみたいな感じでお手伝いをしていたんですけど、そこで少しずつこういう流れでお話をしてるんだなとか、他のお客さん結構1日何十人ってことないな、十何人見ているので、それをずっと見ているとこういう起承転結みたいなのをだいたい理解するようになってきたんですね。で教えてくれますし、なんかこれってどういう意味とかっていう、何を言ってたんとかっていうのを言ったらお客さんがいない間に説明をしてくれたりとかっていうのをしてて、6年ぐらい前にはもうお金もらってもいいぐらい分かってるとかっていうのを言ってもらって、先生から言ってもらって、日本人の方がいらっしゃったら通訳をお手伝いするっていう形になりました。ここに嫁がれたというこのストーリーマジでみたいな感じですよ。不思議。でも先生には見通せていたのか不思議なんですけどね、なんかそういうご縁があって、今ここにいます。質問なんですけど、なぜわざわざ日本そのお客さんはわざわざ日本あるいは他の国から台湾に来て占いするんでしょうか？いろんなパターンがあるんです。占いがすごい大好きっていう方もいらっしゃいますし、台湾といえば占い、ただ占い横丁みたいなところには行きたくないとかって言って調べてうちのお店にいらっしゃる方もいらっしゃいます。なんかどちらかというと美味しい台湾の食べ物食べてみたいとかっていう感覚で、ちょっと文化を体験してみたいし、自分のことをちょっと知りたいっていう、運を知りたいっていう、やってみたいっていう気持ちなのかなとは思うんですが、お客様でも今コロナの関係で少し減ったんですけど、コロナ前は日本人の方は私がお手伝いするか別の通訳の方が
連れてこられてたことがあったんですね。いろんなツアーの通訳とかをされてる流れで来られるとか、あとうちの占いに来たいけど、先生には見てもらいたいけど通訳がいないとダメって書いてあったから自分で手配してきましたみたいな方もいらっしゃって、あとシンガポールの方とか香港の方とか中国大陸の方とかも割といらっしゃる方最近だとマレーシアの方とかもいらっしゃるんですけど、結構もともと外国からいらっしゃる方は多いですね。あと台湾人の方なんだけど海外で暮らされてる方が旧正月とかで戻っていらっしゃる時に占いにいらっしゃることもありますね。結構おっしゃってる内容が少し中国語わかりますぐらいのレベルじゃ全然読解できなくってめちゃめちゃ内容が難しいからちゃんと通訳さんいないと本当にもうお金の無駄になっちゃうというか理解できないと思うのでとても通訳さん重要だと思いますよね。私を介してもらうと料金は高くなるんですが、コロナの間に駐在員の方とか台湾在住の日本人の方が来ていただくことが多くってすごい私中国語を勉強してないんですよ。台湾に長く住んでるんですけど中国語はちゃんと喋れなくって、恥ずかしいんですけど、ただ、先生の占いはもうずっと聞いてるのでこれはこういう意味だなとかこういうふうに後に続いていくんだなっていう文脈とかが分かるのと四字熟語とか一言でポンっていうことがあってその影に隠れてる意味ってこれにつながるんだなとかっていうのが分かるので台湾在住ですごく中国語が流暢に話せる方とか堪能な方でもご依頼いただくことが多いです。本当にそうだと思います。私もまさにそんな感じで先生のお話聞いてたけどもちんぷんかんぷんなんのこっちゃって話だったので丁寧にゆりさんの方から解説してくださってでテキストにもまとめてくださったりするのでよりインプットもされるし忘れないなこの結果内容はっていう感じだったのがねすごくありがたかったですね。以前コロナの時はすごく日本からいらっしゃるお客さんも多くてあまり手厚くはできなかったんですね。一応先ほどお見せしたこういう紙は先生が後ろに5枚ぐらいの紙を書いてくれるんですけどそれは特別日本人の方にこれは書いてもらってるんですね。でそれを私が訳して事前に準備をする形にしているんですけどなので実際にお会いする前にもうその方の運勢は先に出している状態で予約をしていただくと準備をしています。以前はたくさんお客さんがいらっしゃったんで手書きでこの資料をお渡しすることはしてたんですけど何年後にこういうことがあってまたここに戻ってきたいと思うよとかまた相談に来たいことがあると思うよとかって言って戻ってきてくださる方がいらっしゃるんです。割と何回かいらっしゃる方がいるんですけどただのこの資料をなくしてしまったとかってなるとまた一から説明をしないといけないことになるんですね。で基本的に生年月日時間が変わらなければ内容はほとんど変わらないので、少し時間がもったいないっていうか聞きたいことが本当はあるのにいろんなことをまた説明しなければいけないっていうのが手間なので一応今コロナの途中から、この内容をテキストにすることをしてご連絡先を教えていただいた方 LINE を交換させていただく形をとってるんですけどにはLINE の機能の中でノートっていう機能があるんですけどその中にデータを残させてもらうような形にしています。その鑑定の途中で先生が言った内容をすごく早いんで私もメモをしてその場でご説明をするんですけどただすごく私のメモもむちゃくちゃ汚いんでそれを後でおまとめしてお渡しするっていうこともしています。そうなんですよ、もうすごくまとめてくださったので私もこれは何度も見返すこともできるしあれみたいだね病院の本当カルテみたいな感じだよね。以前にこれをやり始めたきっかけっていうのがあって少しお話ししたいんですけどこの LINE のノートとかをやり始める時にあるお客さんが
いらっしゃって、その方台湾に駐在されてた駐在員の方だったんですけど、占いがもともと日本でも好きでいろんな占いに行かれてたけど、ここが一番好きだっておっしゃってくださる方がいて、でその方が起任される時にもともとはご自分の占いだけをされてたんですけど、ご家族全員を見て、せっかくだからご家族全員分を見てくださいってご依頼をいただいて、ご家族全員分を4人いらっしゃるご自分をご本人を含めて奥様とお子様2人の4人分をご依頼されたんですけど、それをまとめていく時にテキストでお渡しした方がいいなと思ったのと、その方と LINE の交換をさせてもらってたんで、最後に鑑定には来ていただいたんですけど、その内容を LINE にまとめて、奥様とかお子さんにとシェアしますっていう風に言ってもらってたんで、まとめさせてもらったら、なんかこのやり方がすごくいいから、日本の方が観光で帰ってこられたらこれをやると絶対喜ばれると思いますよってその方が言ってくださって、すごく手間がかかることなんで私も時間もかかるしどうかなと思ったんですけど、何もしないよりもやってみた方がいいかなと思ってやり始めたら、すごくそれを気に入ってくださる方が多くってご紹介いただいたりとか、はい、今につながっています。本当にもうその方様々っていう感じでありがたい限りですわ。たまたまなんかその牧雄さんからこのお話をいただいた時に、その方のなんでこれを始めたんだったかな、あの方お元気かなと思ってたら、たまたままた台湾に出張に来ることになったから、見てくださいって言って、今週の月曜日いらっしゃいます 2,3 日前にまた来てくださったんですよね。不思議だなと思ってました。きっとこれを聞いていらっしゃる方でも、じゃあ台湾行った時にその占いを受けてみたい、もしくは台湾に住んでいらっしゃる方、すぐにでも行きたいって思っていらっしゃる方はもうめちゃめちゃ今いると思うんですけれども、じゃあ占い受けたいって時はどうすれば受けれるんでしょうか？お店のホームページがあるんです。日本からだと、私がもうほとんど更新をしてないんですけど、お店の説明をしているブログがあるので、そこにアクセスしてもらうとお店のホームページに飛ぶようになってます。でお店にメールをしていただくと、日本語でメールをしていただいても大丈夫ですし、それを送っていただくと私に転送されるようになっているので、そこからやり取りをさせていただいてっていう形になります。そのやり取りの中で、じゃあ通訳もお願いしますっていうご依頼もできる感じですかね？だいたいメールを送っていただく方は、何月何日まで台湾に行く予定で占いをしてみたいですとかメールをいただいたら、それに返信させてもらって、時間が合うかどうか、お店が日曜日が定休日なので、時間が空いてる時間が日曜日と重なってしまって行けなかったとおっしゃられる方も いるんですけど、そこだけ注意していただければ。夜は10時までやっていますので。夜狙い目ですね、じゃあ。そうですね、夜は少なめなんですよ、お客様も。なんか常連さんがワンちゃんのなんか散歩ついでみたいな感じで常連さんが来られたりとか見に来られたりしています。台湾らしいあるあるだな。何か最後にメッセージなどありますでしょうか？占いっていうと少しなんか敷居が高いっていうか、やってみたいけどどうだろうとか、あとうちのお店もそうなんですよ。台湾のローカルにちょっと飛び込むのが勇気がないなというふうに思われるかもしれないんですけど、お気兼ねなくお問い合わせをいただきたいのと、あとその占いのお仕事、通訳のお仕事してると結構人生にすごい波がある人とか、すごく運がいい方とか、逆にすごく運が悪い波の方とか、いろんな方がいらっしゃるんですけど、先生がよく言ってるのは、自分の運勢を知るっていうことは、自分の人生を生きる上で参考書ではないんですけど、すごく重要なことだっていうふうに説いているんですね。でなぜかというと、占い師が言うこととかが全部本当っていうか100%、正しいわけではなくって、占いは半分、ご自分が通っていかれる道とか努力されることっていうのが半分で、それをいい運気の時にはその運に乗れるかどうかっていうのとか、悪い運気の時期はどういうことをすればそこを乗り越えられるかっていうのを、占い師の人に一応解いてもらった運をもとにご自分が模索されていくのが
参考にされてご自分が、生きていかれる道をどうされるかっていうのを決めていく参考にもなると思うので、ちょっとやってみたいなとかいうことでもそんな動機でもいいと思うので、もし気になられる方がいらっしゃったら、ぜひ台湾にいらっしゃる機会があったら、お店の方にいらしてください。それ言われたからその通りやるとかじゃなくて、自分の意思を持ってね、進むことも占いって大事ですよね。なんかそれをどちらかというと台湾人の人の受け止め方っていうのが、心理カウンセラー的な部分が占い師の人ってあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、どちらかというと日本の人ってこの人のこういう未来を当てました、それがすごい人だっていうことが大きく掲げられることが多いと思うんですけど、当たったか当たってないかっていうことが重要ではなくって、言われた未来に対してそれを悪いことであればそれを避けることができるかどうかとか、いい未来を言われた場合はそこのところにご自分がチャンスをつかめるかどうかっていうことが大事であって、当たったか当たってないかっていうのは、ご自分の受け止め方とか次第かなというふうに思っているので、機会があればご興味があればぜひ。ショーンさん、台湾の方から見て占い師ってどういう立ち位置ですか？あれですか、小さい頃はショーンさん行かれました？よくは言ってないんだけど、うちの家族親族もこういうことを仕事をされてて、ちっちゃい頃は見られてるんですね。お母さんも例えば私たちの結婚日も決められて、そうですよね、さっきおっしゃったバーツとか、そういう、あるいは会社名とか占い師にとって参考をしてなんか決めてるのが、本当に台湾の伝統の一つかなとも思いました。それがなんか日本でもたまに何でもというか、いい日を円担ぎの一種として、いい日を決めてその日に始めたいとか、お名前を決められたいとか、画数をきちんと見て進めたいとかっていうことをおっしゃられる方もいらっしゃるとは思うんですけど、それがすごい台湾はもっとなんか近いっていうか、たくさんの方がそれをやられているのかなっていう感覚なんですよね。なんか生活にすごく溶け込んでいるというか、占い師のお店自体の数も多いし、なんか占いだけなくて風水とかもねすごい身近だから、なんか 100% 信じるとかじゃなくて、なんかいつも生活の参考にしてるっていう感じがすごい身近ですよね。日本は分かんないんだけど、台湾は例えばインテリアデザインとか、どっかのビルを建ってるのは必ず風水家に取るんですよね。そうだよね。とその建築家もそういう知識は持ってないんだけど、多少ちょっと基本の知識が持たないと、多分何もできないらしい。ゆりさんにとって占いとは何ですか？私にとって占いとは、心の定期検診みたいな、そんなものですかね。本当そうですよね。なんかさっき心理カウンセラーってお話がありましたけど、似てますもんね。じゃあ本日のゲストはゆりさんでした。どうもありがとうございました。当番組へのゲスト出演希望募集中です。次戦他戦問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。ゆのみポッドキャストはウェブサイト、各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それでは次のエピソードをお楽しみに。